Hey guys, it's me here. So how is going? How is your 2021 so far? 今回が初めての動画になります。今回は2021年の新年の抱負について話していきたいなと思います。去年の2020年は皆さんはどうお過ごしでしたでしょうか？僕は今学生なんですけど、実家の北海道に戻ってきて授業も全部オンラインになっています。いろいろやりたいことがあってもなかなか結果がうまくいかなかったり、なかなかアクティブにいけなかったっていう年だと、去年はそういう年だったと思うので、今年の2021年はあまり悔しい思いをしないで成長できるような年にしていきたいなと思っています。ここで今回は僕の3つの新年の抱負をシェアできればなと思います。はい、まず1つ目は健康で居続けることです。これは体もそうですし、心のケアもしっかりしていきたいなと思っています。特にそんな時に一番やってよかったなと思うことがあったので、それをシェアできればなと思います。で、ジョギングをすることだったり、ランニングをする、絶対有酸素運動であったり、毎日2リットル以上の水を飲もうっていうことを意識して、朝からコップ2杯分の水を飲むっていったこともしていましたし、あとはマインドフルネス、朝起きた時に10分だけ時間をとって、その時間で瞑想していきます。日々の楽しいことを思ったり、あとはその日にやらなければいけないことの優先順位を立てることができるので、とてもおすすめです。2つ目は自分を信じることです。去年は本当に大きなことが変わっていった、劇的に変わっていた年だったので、何をベースにして考えていて行動すればいいのかっていうのをとても考えさせられました。周りが何をやっていても、どんなに素晴らしい成果を出していても、それは相手のことで、自分は自分の評価軸で生きていけなければいけないなっていうのをよく考えていました。ですが、いろいろなニュースだったりとか、あとは周りの人の言っていることを聞いていると、自分は今ここであまり成長できてないけど、それでいいのかなっていうことを結構ネガティブに捉えていた時期がありました。ですが、今住んでいるところであったりとか、今やっていること、あとは皆さんのバックグラウンドも何もかもが異なるので、そういうような相対的に考えてもあまり自分にとってメリットがないなっていうことに気づかされました。なので今年は多くのことに自分の直感を信じてトライしていければなと思います。その中でも今学生なので、どういう職業が自分に合ってたり、自分今後やっていきたいなっていうのを今考えています。運よく今挑戦してみたいって思いがあるものが、大きなものが出てきたので、それにどんどんがむしゃらに頑張っていけたらなと思っています。その他にもイベントとかもやってみたいなと思っていて、僕は言語であったり、あとは異文化がとても好きなので、それを通してここの今いる北海道の地域の小学生であったり中学生にイベントをできればなと思っています。最後の3つ目になります最後は学びを増やしていくことです。家にいると刺激が本当に少なくて、で何かやりたいんですよで、今年のやりたいことっていうのが、2つあって、1つ目がピアノを弾きたいっていうことと、あともう1つは映画、特に SF だったりホラーの映画をたくさん見たいと思いますし、その背景にある、いろんなことを知っていきたいなと思っています。できれば何か
短編映画を撮れればなと思っています。今年中に自粛期間で少し隙間時間があるので、そういう時間を有効活用してチャレンジできればなと思っています。ピアノも初心者なのでピアノ教室とかも行ったことがないんですけど、小1の頃からずっとピアノ教室に行きたいってことをずっと言ってきたんですけど、なかなか実現できなかったので、ある程度お金の余裕が出てきたらピアノ教室に通いたいなと思っています。何かを始めるっていうのはすごいいいことだなと思っていて、自分の今まである趣味っていうのはある程度まで行ってしまうと、そこから上達ってなかなか次のステップに行くのって難しかったりすると思うんですね。なんですけど、新しい新規の趣味を始めてみると成長ってすごい一気にしてくるじゃないですか。それってすごいやりがいにも通じると思うんですね。新しいものをどんどん着々とスキルだったりとか経験っていうのを積みたいなと思っています。最後に最近読んだ本でいいコードがあったので、それをご紹介できればなと思います。それは Don't try to make a best decision, but make your decision a best one です。これを翻訳すると、最高の、ベストな決断をしようとしないで、あなたの決断を最高のものにしていけばいいんじゃないのっていうものになっています。僕は結構完璧を求める性格なので、何か A か B か選ばなきゃいけない時にどれが一番いい選択肢なのかすごい考えちゃうんですね。ある程度、メリットデメリット考えた上で、例えば A を選択するってなったら、その選択だけを考えて結果として良くするためには今はどうすればいいのかっていうことを必死に考えるっていうことを重要だなっていうのを身に染みて感じているので、これをクオートとしてご紹介しました。はい、といったことで今日は第1回目として2021年の新年の抱負について話していきました。何か参考になることがあると嬉しいです。はい、それではまた次の動画で会いましょう。See you next time. Bye.